になる足つきチェックいってみましょう。めっちゃ気持ちいい。ここの揚げパンめちゃくちゃ美味しい。ブンブンブン。はい、皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回はヤマハ YZF-R25 の試乗インプレッションをやっていきたいと思います。はい、というわけで今回はヤマハ YZF-R25 の試乗インプレッションをやっていくわけなんですけど、いやー本当にね、このバイクはレーサーみたいでめっちゃかっこいいですね。私はね、こういったスポーツ系のバイクをね全然乗ったことがないので、実際ねどんな走り心地なのか今からめっちゃ楽しみです。まあ結構ね、このバイクは皆さんご存知だと思うので、前半の紹介は結構軽めにして、普段トルク型のバイクにばっかり乗っている私が一体ねこのバイクに乗ったらどんな風に感じるのかインプレッションしたいと思います。それではね、もう本当に超簡単にこのバイクのスペック紹介をやっていきたいと思います。それじゃあ行ってみましょう。ちがみなの動画。はい、それじゃあまずはじめにエンジンから行ってみましょう。このバイクは水冷2気筒4ストロークエンジンで、排気量は 249cc です。最大馬力は12000回転で35馬力、最大トルクは1万回転で23ニュートンメーターです。この間乗った GB350 と比べて数字から見ても明らかにねキャラクターが違いそうですよね。ブレーキはフロントもリアもシングルディスクブレーキで ABS がね標準で搭載されています。ちなみにフロントフォークは倒立フォークになっています。そしてタンク容量は14リットルで、燃費はカタログスペックだとリッター 37.7km です。ちがみなの動画。はい、それじゃあ気になる足つきチェックいってみましょう。はい、シート高は 780mm で、私の身長が 150cm なんですけど、両足つま先立ちできるって感じですね。で、片足にしてみると、はい、今ねお尻をずらして片足立ちしています。足の前側半分はつきそうですね。はい、それでこのバイクの車重は170キロと、まあ軽い方なんだとは思うんですけど、まあ私にとってはちょうどいいずっしり感という感じですかね。最近いろんなバイクに乗って気がついたんですけど、10キロ変わるとね世界が変わりますね。はい、それじゃあお次はねマフラー音を聞いてみましょう。はい、それじゃあいきますね。というわけでね、以上です。まあね、ちょっと短めだったとは思うんですけど、このバイクのことは皆さんも結構知っていると思うので、まあそんなね言い訳をしつつ早く乗りたいだけなんですけど、ということでこの高回転バイクを楽しみにいきたいと思います。それじゃあ行ってきまーす。ブンブンブン。ちがみなの動画。はい、というわけでね YZF-R25 の試乗をねしてみているわけなんですけど、気持ちいい。私はこういういわゆるねザ・スポーティーなバイクに乗るのはもうねほとんどね初めてなんですけど、いやーこれがスポーツバイクかー、すごい回せる。もうねめっちゃ回せるっていう風なね気分になってるんですけど、実際はねまだ半分ぐらいしかね回せていなかったりするぐらい、ほんとねすごい回せるバイクですね。私はね今まで低回転型のバイクしか乗ったことがなくて、高回転型のねバイクに乗るのはまあこれもね今回初めてなんですけど、いや回す楽しさってこういうことなんですね。でこのバイクのポジションについてなんですけど、結構ね前傾姿勢で人馬と私の一体感がね半端ないです。やばい、風になる。そう、ポジションの話もすると、私はこういう前傾姿勢のバイクにね全然ね正直言うと乗ったことがなかったから、私ちゃんと乗れるかなって不安だったんですけど、なんか乗っちゃうともうなんかバイクに身を任せられちゃいますね。もうバイクさんよろしくお願いしますってな感じでバイクにね身を任せればすごくね気持ちよく走れるなーなんて思いました。やばい、想像以上に楽しくてびっくり。なんか体をさ実際にバイクにさつけてみるとさ一体感半端ない。そして回せる。
中なのでそんなにねスピード出したりとかは、しないんですけど、これ峠行ったら絶対楽しいやつや。はい、私はね普段スーパーカブ C125 というバイクに乗っていて、バイク旅とかをね楽しんでいるんですけど、やっぱりこういったスポーツバイクに比べるとポジション的にも走り心地的にもバイク旅においてはねトルク系のバイクの方が分配は上がるかなというふうには思うんですけど、いやーやっぱりねこのバイクにはねこのバイクならではの魅力がありますね。ちがみなの動画。はい、というわけでちょっとね疲れたのでセブン休憩です。今日はね最近出たばかりのキリマンジャロコーヒーをチョイスしてみました。それじゃあいただきます。いつもと変わるのかちょっとわかんないかも。今回はね初めてこういったね高回転型のバイクに乗ったわけなんですけど、いやー面白いね。なんか勝手にこういうスーパースポーツ系のバイクはなんか足つきが悪そうとか速そうとか、なんか勝手にそんなイメージがあったんですけど、意外とね乗りやすかった。そしてバイクと私の一体感がね半端なかったです。それじゃあねこの後なんですけど、ちょっとね山道の方に遊びに行ってみようかなと思います。峠道だよ。ちがみなの動画。はい、というわけでコンビニ休憩からねちょっとしばらく走ってきて峠をね走ってみようかなと思って宮ヶ瀬に向かっております。いやーめっちゃ気持ちいい。おー、これがマウスバイクかー。全力で気持ちがいい。ちょっとなんか峠でさバイクにさがっつりねしがみついている人を見るなーって思ってたんですけど、その人の気持ちが今ならわかる。こうやってねバイクに身を預けて走るのがねめちゃくちゃ気持ちいいですね。この時間帯最高。めっちゃ気持ちいい。こういうさスポーツバイクってさ峠道楽しいんだろうなっていう風にずっとね思ってはいたんですけど、乗ってみるとねこれは楽しいわ。ただねたくさん運転するとねさすがにね若干疲れてくるかもしれない。やっぱりさスポーツバイクって言ってるだけあってさスポーツって運動じゃん。楽しいじゃん。運動じゃん。運動だからやっぱねずっと乗ってるとさちょっとね疲れてくる気がする。疲れるぐらいに遊んでるから楽しいとも言える。はい、というわけでちょっと疲れたので休憩です。宮ヶ瀬といえばこれ荻野パン。私もねいい感じにバイク女子してますね。いやー楽しいけどねちょっと疲れちゃいました。それじゃあねちょっと揚げパンを食べたいと思います。ここの揚げパンめちゃくちゃ美味しい。バイクでね走った後に食べる甘いものって最高ですよね。ちがみなの動画。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今まで私は低回転のねバイクしかほとんどね乗ったことがなかったんですけど、今回ね高回転のバイクに乗ってみて高回転バイクの面白さに気づけたような気がします。アクセルを開けていわゆる分回す楽しさっていうのがねみんなが言っている意味がよく分かったような気がしました。それでまだまだ今日乗ったばかりでこのバイクのね面白さを引き出せてはいない部分もあるとは思うんですけど、きっとこのバイクを乗りこなせばいい風が感じられてすごくね楽しいんじゃないのかなと思いました。走りながらメーターを見たりコンビニでね眺めてて気がついたんですけど、もちろん走りについては散々言っているのでその通りなんですが、私が個人的に思ったのは価格に対する満足度が高いんじゃないのかなと思いました。なんか本当にね実車を見るまでわからなかったんですけど、細部の質感が高いし、それでいてね見かけ倒しっていうことは全くないんですよね。なんか見た目も走りも価格も全てがねいい感じにバランスされているなって感じました。はい、実を言うとね私もねちょっと欲しくなっちゃいましたね。はい、まあそんな感じでね今回初めてスポーツバイクにしっかりと乗ったわけなんですが、思いのほかね楽しく過ごせたというか新たな発見でこれからのバイクライフがさらにワクワクする、そんな風にね思わせてくれるバイクでした。はい、それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。